今回はマイボートを買うことに決めた私が考えたことを話してみたいと思います。広島県では来年の2023年、令和5年から少しプレジャーボートの所有が厳しくなるようです。いろいろなところに看板が掲げられています。決まった場所でない場所に係留すると何か処罰というか処分を受けることになりそうです。プレジャーボートの購入を考える人はまず一番にどこに係留するか、どこに保管するかを考えなければいけません。一番手軽なのはマリーナという施設に預けることですが、1ヶ月で3万円とか1万円とかそのぐらいの値段がかかってくると思います。広島県では放置のプレジャーボートの対策のために県が整備したマリーナが1万円から1万5千円ぐらいであるので、そこを選ぶのもいいかと思います。私が今回選んだのは漁港と呼ばれるタイプの港で、随分係留費用は安いです。おそらく現在係留無料ですが、来年から月に1000円か1500円ぐらいの費用がかかると思います。費用が安ければそれでいいというものでもなくて、例えば2万3万するマリーナの場合は陸電というコンセントがあったり、水が自由に使えたり、場合によっては陸に上げてもらってすぐにメンテナンスをしてもらえたり、風が吹いても台風が来ても大丈夫なようになっていたりします。かたやこの漁港タイプの港は通常は水道も電気もありませんし、場合によっては台風の時に対応できていない場合もありますので注意が必要です。このような漁港タイプの場所を選ぶためにはつてをたどる、もしくはここで作業している人に声をかけて責任者管理者を紹介してもらうなどすれば良いと思います。もう一つ大切なことですが、プレジャーボートというのは、船外機のガソリンに関して言えば感覚的には燃費が1リットルで2キロぐらいしか走れません。なので自宅から近いマリーナを選ぶよりも釣りをしたい場所から近い港を選ぶことが重要だと思います。この港は私の自宅からは30分かかりますが、釣り場までは5分かかりませんので、そういう意味では燃料に優しい場所という選び方もできます。港がだいたい目星がついたら船の選定をします。今左右に映っているのはとても大きな漁船なので私の選択肢には入りません。通常でしたら20フィートから25フィートと呼ばれる船を選ぶことになるでしょう。中でも和船というタイプとプレジャーボートに分かれるのですが、今右手に見えているのが多分25フィートぐらいの船、26かなぐらいの船だと思います。和船というタイプの船で、作業する場所が広く取られているのが特徴です。エンジンに関しては、船外機という後ろに、かじりつくようについてあるタイプと、この今映っているような、エンジンは船の中に内蔵されていてプロペラが出ているタイプと2種類あると思います。基本的にはエンジンとプロペラが一体化して船の後ろに止めてある船外機をおすすめされる
と思います。エンジンが船の中にあるタイプは本当に本格的で、例えばディーゼルエンジンであったり、します。ディーゼルは安いんですが、税金の控除を受けるためには漁協に入ったり控除の書類を書いたりする必要があるそうなので、実際はそんなにいいものではありません。振動や音がうるさかったり、エンジンのメンテナンスがとても高価だったりするという話を聞くので、まず最初の船は船外機というタイプを選ぶ方がいいようです。和船と普通のプレジャーボートの違いは正直よくわかりません。乗り比べた感じでは和船の方にメリットが多いと思ったのは私の釣りのスタイルのせいで、まず揺れない、低速でのスタートが安定している感じがしました。プレジャーボートは直進性は和船より優れているけれども、横揺れが激しかったり、最初の5ノットぐらいまでのスピードが、安定して出なかったり、何かキャビテーションじゃないけどもプロペラがモコモコ、うねりを上げて上手に進まなかったり、高速型の船が、プレジャーボートという感じを受けました。ですから和船に船外機がついているのが私のスタイルでは理想だったのですが、結局船を選ぶ時にはご縁というものもあるし、さまざまな要因によって手にする船が変わってくると思います。私の場合は和船がいいと思いつつも、キャビンという部屋になったような場所があるのもいいなと思ったので、結局和船タイプには巡り合うことができませんでした。本当に安く手に入れようと思った場合、漁師を引退したような高齢者の方がタダでくれたり30万ぐらいでくれたりすることが多いようですが、そういう場合は和船タイプのディーゼルだったりするので、そこそこの覚悟が必要です。さて、こちらの桟橋は一番右に YFR という大きなリッチな船が止まっています。キャビンがあって、風が良けれたり、多分トイレなんかもあるんじゃないかな。その次の船もキャビンが大きなタイプです。この辺はもう大人数で楽しむタイプだと思います。3つ目、これは漁船タイプ、和船タイプなのかな。おそらくディーゼルでエンジンが頑丈で壊れたら高くつくやつ。次の船も和船漁業船タイプでディーゼルがモコっとしたところに入っています。こっちから見て左側にマフラーがついてます。ハンドルは後ろにあるけど、あれは直接シャフトを操作するタイプかな。この次のヘチが多いタイプも漁船のタイプですが、ちょっと大きい感じがします。本当に釣りのスタイルや船の使い方次第でいろいろな船を妄想して決めてください。今映ってる船はいいですね。大人数で釣りをするならこの船がいい感じですね。日よけもついていていいでしょう。このタイプは釣りというよりも中に潜り込めるスペースが多いです。こちらは漁船タイプ。ちょっと大きいかな。こちらの3つは、プレジャーボートタイプですね。一番端っこに止まっているのが私の船で、20フィートという大きさで、1人2人で釣りをするのにはちょうどいいサイズです。この船はキャビンという中に人が入れるスペースがとても広い
タイプだったので気に入って、一目惚れをして購入しました。ちょっと改造が進んだので原型をもう変わっていますけれども、また船の紹介は別の動画にしたいと思います。さて、船を選ぶときには、いろんなタイプがあるけど、結局ご縁とか値段の折り合いで選ぶことになりますが、最優先したいのは自分がこの船かっこいいなと思えるかどうかだと思います。そして自分がみんなで釣りをしたいのか、一人ぼっちで釣りをしたいのかによって変わってくると思います。私の理想はいつも一人で釣りをするということと、バスボートっていうのかな。ブラックバスを釣るときに使うフラットなボートみたいに360度自由に竿を振り回せるタイプが良かったので、この船が大変気に入りました。欲しい船が決まったら値段を考えなければいけません。業者が提示する値段は状態なりきの値段です。だいたい20万や30万といった船には手を出さないのがいいでしょう。個人だと30万ぐらいでとてもいい状態のものが手に入ることがあります。この船は個人から購入しました。まず一番考えたいのはエンジンです。エンジンの方に値段の価値のウエイトが乗っていることがほとんどです。考えたのは、デザインから判断して一番現行型のエンジンであるということ、4ストロークで燃費がいいということ、インジェクションであるということです。現物を見たときに、プロペラの状態、PE が絡まっていないかどうかなど、隣の船は PE ラインが絡まりまくってたので心配な状態でした。プロペラの状態を見て、エンジンの状態、外観を見ます。そしてタグのところに製造年月日などが書いてあるので、どのぐらいのロートルなのかを確認しましょう。エンジンの年式が古くても新しくてもメンテナンスがされていることが最重要です。船外機はアノードという亜鉛のパーツがいろいろ付けられていて、これを真面目に交換していないと肉圧が薄くなったりしてトラブルが大発生します。またエンジンがわからない人でも中を見てみましょう。中が綺麗な状態のエンジンであれば少しは安心ができます。ここにも防食アノードという亜鉛がついているのですが、これが交換されたかどうかをいちいち見るわけにもいきませんが、ちょっとこれは粉を吹いてるようで心配でしたが、オーナーの方から今年交換したよと言ってマリーナの領収書を見せてもらったので、とりあえずここはいいだろうということで、このエンジンを見て安心しました。見た感じは10年経ってるエンジンなんですが、ちゃんとメンテナンスがなされているように見えます。船外機というのは結構厳しい状況で使われているので、オイル交換は100時間運転ごとにすることになっています。その辺はオーナーとの交渉次第でしょう。ここにエプロンというのがあって割れているんですけど、これが割れているのがいいのかダメなのかわからなかったんですが、私はわからないなりに良しとしました。グリスアップの状態などもちょっとよくわからないので、
判断しかねますが、エンジンがとにかく中が綺麗だったので、よしとします。このスイッチでチルトモーターが動きます。エンジンは水につけておくとフジツボがつくので、普段は上げているのですが、上げ下げするモーターにトラブルがあると、これまた出費がかさみますので、ちゃんと使える状態かどうかを見ておきます。さて次は油圧ハンドルです。ユニカスというものとマロールという2つのメーカーをよく目にします。1年前に新品に変えたと言っておりましたが、前のオーナーは1年しか乗ってなかったので、その前のオーナーが変えたのでしょう。動作はスムーズなようです。このオイルの油圧のラインをたどってハンドルの付け根を買ってすぐに点検しましたが、少し油が漏れていたので、今後チェックしなければならない場所だと思われます。そんなに難しいシステムではないので、挑戦してみたらいいでしょう。また、このスロットルハンドルは、私の好ましくないと思われる場所についていたので、ここに付け直しました。ガタのありなしやワイヤーの状態を開けて確かめています。下の方についてたんですが、今手をやってる下の方についてたんですが、しんどいし微調整が難しかったので、上の方に付け替えました。この船はよく見かける方の船なんですが、多くの船は今手をやっているところにスロットルハンドルがついている場合があるようです。しかし今ついている場所に手をやるのが一番スムーズだったのでここにしました。エンジンをちょっとオンにしてみます。セルは回さなくていいんですが、ここにエンジンの回転数とアワーメーターというのが出てきます。車で言うとオドメーターとトリップメーターみたいなものです。約アワーごとにオイル交換をします。だいたい1000時間でエンジンの値打ちというのがガタ落ちになるという感じがします。このエンジンは400時間程度のエンジンで、トリップメーターは110で譲り受けて今この状態です。オイル交換をしたばかりのようなので、200までトリップメーターがあと80時間まではいけるかなと思いました。一番値打ちのするエンジン関係はこのぐらいにしておきましょう。船体は値段が合ってないようなものだと言われます。この船は30年前の船なので、もう船体には値段がないと思わなければいけません。しかし、致命的な瑕疵があってはいけませんので点検します。燃料タンクのメーターがちぎれてなくなっています。後で燃料タンクの中も確認しなければいけません。水を分離するシステムはどうでしょう。とりあえず大丈夫。燃料ホースのちぎれたり漏れも確認して大丈夫なようでした。この方の船を買うと決めていろんな動画を見ました。ここの隔壁がないものがありました。つまり燃料タンクのスペースとバッテリーのスペースが一体になっている船がありましたが、これは危険なので避けたいと思いました。見に行った船がここに隔壁のあるタイプで安心しました。それから燃料タンクをのけてみます。これは最も気になることなんですが、ビルジっていうのかな、船の中に水がたまる癖のある船があります。
古い船でひびが入ったりすると、水がどこからともなく入ってくる。それは雨水であったり海水であったり様々ですが、船の中に変な水が溜まっていないかどうかを確認する必要があります。少しぐらいの水であれば許容する人は多いようですが、ポンプを使わなければならないほど水が溜まりすぎてしまう船だと、うっかりすると港で沈没という羽目になりますので、ここはしっかりチェックしたいところです。燃料タンクの奥はそんなに気になるほどではないんですが、湿っていましたので、今後とも経過観察をする必要がありそうです。バッテリーの左の奥の方にも少し海水が入っているようでした。舐めたらしょっぱかったので海水でしょう。侵入経路もおよそわかるような感じだったので、いずれ原因を突き止めなければなりません。今のところはそんなに気にするほどではないのですが、やっぱり気持ち悪いですよね。どこから漏れてるのかな。でもなんとなく場所は決まっているようなので、対処は怖くないかもしれません。さて、バッテリーですが、バッテリーが上がってしまうとエンジンはかかりません。長いこと乗らない、1ヶ月ぐらい乗らない、2ヶ月ぐらい乗らない冬の間にバッテリーが上がってしまうと大変です。2つバッテリーを積み込む人もいるし、私のようにソーラーを組み込む人もいるでしょう。どんなバッテリーがついているか怪しい場合は点検しなければいけません。それに関してはまた伝送品を紹介するときにお話をしたいと思います。だいたいこの程度が確認できれば、あとは外装の汚れ、大きなひびがないかなどを確認して、それで良いかと思います。付属品のレールなどが全て取り外されていたり、もしくは最初からついてなかったりして、その辺でまた値踏みが必要です。ステンレスの手すりなどは後からつけると高いので、最初からついているとその分お値打ちかもしれません。私は逆に何もないですっきりしていたのでいいかなと思いました。あとはいろんなハッチを開けてみましょう。バウの中にいかりやロープなどが入っていると思います。他には、法定部品というのかな、必ず船の車検の時には必要になる水汲みバケツとかいろんなものがあるはずです。救命胴衣や浮き輪、水汲みバケツなどは後々買うこともできるんですが、航行している際には必要なものなので備わっていると好ましいと思います。ここにも水漏れがないかどうかは必須の確認です。この船は生けすがついていたので、それもとっても気に入っています。生けすは蓋をすることで、水を抜いて収納スペースとしても使えるので、そこを気にするのでしたらきちんと蓋が閉まるかどうかを確認する必要があると思います。綺麗だし大きな生けすで気に入りました。次に、船には夜間航行というものがあります。夜船を走らせるためにはきちんとしたライトが必要ですので、それらのライトが装備されていれば今後とも夜に船を運用することができます。船には船名という名前が付けられています。これは車検の時に
変えることもできるし、それ以外の時に変えると4000円かかるそうなので、前のオーナー、それより前かもしれないけど、そのまま使わせてもらっています。検査のこれらのシール、車検のない状態で乗ると大変な罰金が来るので気をつけたいと思います。少し長い解説になりましたが、船を欲しいと思っている人はどんどんいろんな動画を見て参考にして一番良いご縁に巡り合うことをお祈りしております。この動画が参考になればいいなと思います。